サイキックフィーバーの中西洋賀です。自分のルーツはダンスかなと思います。今こうして活動しているのもダンスをしていなかったら、ないと思いますし、ダンスに出会ってなければ皆さんの前でパフォーマンスすることもなかったのかなと思います。ダンス自体は僕の両親が EXILE さんのことが大好きで、その影響もあって4歳の頃にダンスを始めました。そして自分のアイデンティティはそうですね、日本人らしさ、紳士感っていうのが自分にとってぴったりの言葉かなと思っていて、真面目さとか何かに対して追求することだったりとか、それは本当にダンスとかラップとか音楽作ることとかもトータルして自分にとって自分を表すのであればそういった言葉が今のアイデンティティになるのかなと思います。だから自分のさっき言った紳士さみたいなものって真面目さとか一つ一つ向き合って丁寧さとかこういう表現の仕方って多分うまく体で表現しようと思ったらすごく難しいなと思ってて、そのパフォーマンスに変えた時にどうすればいいんだろうっていう悩みもあったりするんですけど、でもやっぱ自分が大切にしてるのはやっぱ常にメッセージを伝えていくことっていうのはしていきたいなと思ってて、やっぱ言語の壁ももちろんあるとは思うんですけど、自分が思っていることとか自分が体感していることとかリアルに感じているものを皆さんにリアルにお届けすることによって、それが自分の強みにもなるというか、そういう僕の言葉を聞いてもっともっと頑張ろうとか、こういうことが好きになったなとか、そういった言葉で皆さんにもお届けできるような、しっかり納得してもらえるような存在でありたいなと思っているので、そこはこれからもっともっと自分も本当に言語もそうですし、言葉の強さとか意味とかメッセージ性っていうものはもっともっと高めていきたいなと思っています。でその尺に対して、バンドさんにもう一旦入れてもらうみたいな方向性にしようかなって話はしてます。でだから僕らが多分作るところ、いいですね、一旦ちょっと精査しないと、間にダンストラック入れたいねとかも話をして。ちなみにこの先輩方の曲はどっかに、メンバーがやるの？これをマッシュアップしたいんですよ。先輩方の曲の、ビートとかメロディーだけ使わせてもらって、歌は僕らの歌で、それをどこにはめるか全然決めてなくて、どの曲とマッシュアップ、どの他の曲とマッシュアップしようってことね。でその相性が分かんないんで、なるほどね。そりゃそう候補としてこの辺りだったら僕らのルーツもあるし、なるほどなるほど、このイントロとかメロディー聞いた感じで、この曲だみたいな特徴的なやつをちょっと選ばせてもらった感じなんですよ。それはこの左の M8 から M12 のどれかにはめたいんですよ。タイニーデスク、ちょっともうバンドセクションみたいな感じにして、僕らも踊るとかっていうよりは、もうバンドのメンバーに囲まれながら歌うだけというかにしたいんですよ、イメージで言ったら。懐かしいのやっておいてとかもあるかもしれない。そうなんですよ、難しいんですよ。だからファンの人からすればね、普通に原曲聴きたい人もいるわけじゃないですか。その塩梅は極力古い曲はいいかなと思ってて、そのままやったとかよくやってる曲をアレンジする。でこの辺に関してはやってないんですよ。これはもうナイサンスロードも久しぶりやからちゃんとやってあげたいなとか。でこのベターデイズ曲も一回もやったことなくて配信してるんですよ。初めて聞いたベターデイズ。でも多分前に作ったやつだね。そうです。配信だけしてて、アニメの曲なんですけど。なるほど。ウォリアーズもやってないですね。ウォリアーズも最近初回そうやってないから、ちょっと入れてあげたいなってなってくると、極力原曲のままというかアレンジせずに普通に聴かせてあげたいなってなってたんで、順番含めてちょっとこれからやっていこうかなって感じです。なるほど。極力今回はそういうペア曲みたいなのをなしにしちゃって、みんなで表現してるセクションを増やしたいってことがあったので、基本みんな出っ放しの状態なんですよ。なので曲も極力全員が歌ってる曲を選んでます。でこの自己紹介、今回の「ザ・ルーツに関しては、ジャパンツアーっていうタイトルもあって、あとは改めて僕たちが生まれ育った日本っていうものをレペゼンするじゃないですけど伝えていきたいっていう思いがあって、和のテイストを今回のツアーでは結構散りばめています。
であまり僕たちやったことがなくて、でこうタイとかにいたタイのサウンドをちょっと使ってみたりとか、ヨーロッパ行ったらダンスミュージックちょっと入れてみたりとか、なんかそういったことをしたことあったんですけど、なんか日本に向けてそういったこうサウンドの作り方とかリミックスとかアレンジの仕方っていうのはあまりしてこなかったので、今回ちょっと初めての試みで結構日本の伝統的な楽器とかなんか太鼓とかなんかそういうのをちょっと入れたりすることによってなんか新しい見せ方ができるかなと思って編集作業をしていました。なのでこれから皆さんにリアルに見てもらってちょっと判断してほしいんですけど、でもなんかそれでサイキックフィーバーの見せ方っていうのもできるんだぞっていうのは今回のザ・ルーツのツアーで証明したいなと思っています。一旦ちょっと僕じゃあそのリミックス周りをはいエアドロップしますね。はい一旦全部尺を決めないといけなくて、で今回バンドの皆さん入ってもらうんで、そのリミックス周り含めてマッシュアップもするんで、そこをどうしようって感じですねイメージはあるんですよ、こういうのやりたいみたいな、果たしてハマるのかみたいな。あとはその原曲とのバランスですよね。リミックスライブみたいになっちゃうとね、もともと普段聴いてる曲と全然かけ離れちゃうんで、その塩梅が難しいなと思いながら悩みどころですね。あと新曲がないんですよ今回。ほぼ今までの既存曲がほとんどなので、そこをどう調理していくかっていうのが肝になってくるかなと思ってますね。なんかツアーが始まる前だと本当にリハーサルもそうですけど、やっぱ僕だとパソコンと向き合ってる時間の方が長いなっていう印象で、なんかそれも本当にデビューしてから、特にそうなんですけど、やっぱいろんな国でパフォーマンスする中で自分たちで音源の尺とかパフォーマンスの尺とかなんか曲構成とか、リミックス作ったりとかなんかそういうのをやっていく中で、なんかそれが自分たちの強みになってきてるんだなっていうのは正直感じていまして、もちろん本当に時間を使う分にはすごい時間になるので大変なことも多いんですけども、でもなんかそれはすごく楽しみながらできていますし、それをよりファンの皆さんにお届けできるっていうのがなんかやっぱりあまりないことだと思うので、なんか自分たちの強みとしてもっともっとやっていきたいですし、今回特にやっぱバンドのメンバーの皆さんが入るということで音楽に関しては特にこだわりを持ってやりたいなということですごく時間をかけてやっていますね。はい、本日からバンドリハーサルよろしくお願いします。もう少し多分照明とかしっかり絞ってもらって、で心もだから喋り出しもう少し若干一息ついて落ち着いてから喋り出すタイミングで入ってもらったらいいかなと思ってます。今回のツアーもですけど、ジミーと一緒に制作しながら音源をまずは作って、そこからみんなでダンス振り付け考えたりとか構成考えたりっていうのをしてるんですけども、今回は初めてサイキックフィーバーとしてはバンドメンバーの皆さんにも入っていただいて、より音楽ってものをサイキックフィーバーとしてはこういう表現をするんだっていうのを提示したくて挑戦させていただくことになりました。なので初めてのことが多いので、リハーサルの進め方とか、音源の作り方とかもちょっと今までと違うというか、楽しいこともあればすごく苦戦する部分もあって、それはすごくやりがいを感じてますし、やっぱライブ自体やっぱするのがすごく大好きなので、そういった面では自分がまずはしっかりと中心となってメンバーの意見も聞きながらライブ制作っていうのは進めている状況ではありますね。一応イメージ的にはワンダーウーマンからフォーエバーではけて、で3分ぐらい。でもフォーエバーで僕ら一回はけちゃうと、その着替えて出てこないとやっぱ変だよなってなって、今ワンダーウーマンが。ショート MC のとこもメンバー喋るって言ってたとこもちょっともう極力タイトにしちゃって次の曲に意見しようかなと。はい。そこは音抜きにして、そうやな、タラチャ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 、本当は止めたいね。チャチャチャララチャチャチャラチャラチャ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 で入れば最高、イメージ的には。
代わりなんていくらでもいるかなと思ってて、本当に今っていろんなグループいろんなアーティストの皆さんがいるからこそ、僕たちはある意味特別じゃなきゃダメだと思っていて、だからこそこう一つ一つのパフォーマンスとか一つ一つのチャンスっていうものは二度とないものだと思ってやるべきだと思っていますし、本当に例えば次一回お会いできた方とじゃあまた次会えるかっていうとそういうわけじゃないので、なんかこう常にやっぱこう最初で最後というかの気持ちでなんかやろうっていうのをやっぱデビューしてこういろんな国に行っていろんなところでパフォーマンスをしてやっていく中で感じたので、なんかそこのこう責任感とかなんか一番やっぱこう自分の中で変わったポイントかなと思います。いやなんかこのそのアンコールの、リファレントのアルバムに行く前に、今回ルーツなんで、なんか自分らのデビューした年号が2022年なんで、そこから2026年までにどうにかなんかサウンドエフェクトを使いながらつなげたいなと思ってイメージで作ってるんですけど、でもなんか自分の中で結構最近のラジオというより少しちょっと前のレトロな感じも出しつつ、なんか壊れてる感じも出したいなと思って微調整してるって感じですね。僕結構配信とかでこれ作ってますみたいに言うんですけど、多分そこに来た会社の人がまさかメンバーが作ってるとは思わないですね、これね。だからそれはそれでなんか面白いなと思っていつも作ってるんですけど、お願いして作ってもらうものではあるんですけど、自分たちのツアーの初期の頃からこういうのも全部自分たちで作ることが多くて、間の曲つなぎとかもなんやかんや自分らでやってるかなっていう印象ですね。でも結構ギリギリなんですけどね、走り出したのは早かったんですけど、結局いろいろやったら全然ギリギリになっちゃって、どこにもまだリリースはしてないんで、その4月のタイミングだと多分本当なら聴けないはずなんですよ。でもある程度カンパケもしてるっていうこともあって、なんかイントロとか、サビとかちょっとキャッチーなとこだけ使いつつ、なんかこういうのが出るんだよみたいな宣伝をできたらいいかなみたいなのがあって、なので音とかもあえてこの世界観に合わせてちょっとこうローとかをカットしたりして、なんかちゃんとした音源はちゃんと配信されてから聴いてほしいなと思って、あくまでなんかそのラジオの世界でこれが勝手にリリースされてるみたいなイメージで作りたかったんで、あとは本番だとこのデータを一旦そのマニピュレーターさんという方にお渡しして、である程度まとまったトラックをさらにライブ会場だと基本こういうとこだとこうやって2本しかデータがないんですけど、本当は要は今これ左と右のスピーカー用しかなくて、まとまったデータがスピーカーに行くんですけど、全部分かれてるんですよ、データが。例えばこれだとまとまってるんですけど、これを例えばこの2本に対してボーカルの声だけとかで、キックだけとかスネアだけドラムだけとかシンセサイズだけベースだけみたいな感じで、なんか10チャンネル以上ぐらいに分けるんですよ、全部トラックを。で要はこっちでどんだけ例えばある程度形にしたとしても、ライブ会場行くとやっぱお客さん入る感じと入る前と全然違うので、要はライブやりながらその前にいる PA さんが整えながらやるんですよ。でもあとは会場で微調整かなって感じですね。僕らも結構ステージ上からマイク使ってリハすることもあれば、結構会場をうろちょろして極力なんか自分たちの好みサウンドにできるようには心がけながらライブすることが多いかもしれないですね。日本だと結構逆に微調整ができるので、一個一個なんかキックだけもう少し上げたいですとかベースだけ上げたいですとか落としたいですみたいなのができるので、極力みんななんか各々空いてるタイミングで外出たりして確認することが多いかもしれないですね。お疲れ様でした。いやあれですよ、終わってないんですよ、正直な話。だからダンストラックっていうかダンスソロを、ヒロさんに見てもらって、結局入れようってなって、で、一から作ることになったので、洋楽なんですけど一旦かき集めて、パーツだけ部分作ってて今で、残り多分3人分ぐらいに関しては一旦また曲変えたいみたいな話をしてたから、曲変えつつ、明日のお昼までには出さないと、明日ゲネプロなんで一応
と明日のお昼までにはデータを送って、で僕らが多分大阪とか移動してる間に、スタッフさんに証明作ってもらってみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとギリギリになって申し訳ないんですけど、でも楽しみですけどね。結構洋楽で僕はやったことがなくて、大体自分らで作ってオリジナルダンストラックするんですけど、なんか今回ルーツなんで、なんか結構みんなが昔踊ってた曲とかダンススタジオに通った時に流れた曲とか、なんかそういうのをこう引っ張ってきて、なんかそこで出せ、そういうルーツを振り返れたらいいなと思って、そういうコーナーができたんでいいんですけど、ギリギリですね。今回のツアーもテーマが分かりやすいので、本当にルーツっていうのがあるからこそ、なんかみんな多分これから MC とか発信するメッセージとかっていうのは、なんかすごく意味のあるものになってくるんだろうなっていうのはすごいやってて感じるんで、多分改めてこう振り返る時間っていうのは良かったのかなとは思います。本当に逆にこのツアーがなかったら、多分ね、こう気づいてたことも気づかなかったことも、なんかあまり訳のわからないままでいっちゃうことになってたと思うんで、ここで改めて僕たちはこういうグループだよねとか、こういうことをしてきたよねとか、こういうファンの皆さんがいるからこうやって活動することができるよねみたいな、なんか振り返る時間にもなってると思うので、あとは本当に5公演まずやってみて、そこでまた多分感じたものを次のツアーとかイベントとか、これからの活動につなげていけたらいいんじゃないかなっていう機会にできたらいいなと思っています。これで、はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、リハーサルは以上。はい、大丈夫です。で、写真撮影ですかね。写真撮影。本公演ラストだから。あ、皆さんそうですね。行きましょう。はい。まずはバンドメンバーの皆さんとメンバー。2、1。もう一回いきます。3、2、1。ラスト3、2、1。はい、おはようございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんありがとうございました。本番もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のコンディションはでも結構ゆっくりできたというか、前回の福岡公演終わってから少し時間も空いたので、自分なりにすごくケアもしながら、トレーニングもしたりして、最終日本公演はラストになるので、しっかりこう準備はできている状況かなと思います。今日追加公演を発表するんですけど、それに向けて本来ならば、アガウェイズをパフォーマンスした後は MC をして終わるんですけど、今日はそこで追加公演の発表もして、あと、せっかくもう本公演ラストなんで、なんかちょっと特別感出したいなと思って、Just Like That を、もう一度パフォーマンスして、でそこももう撮影可能にしちゃって、なんか最後こう来てくれたフォーエバーのみんなと一緒になんか楽しく終わりたいなっていう気持ちでちょっと調整させていただきましたね。お願いします。僕は何かに挑戦する楽しさっていうのは伝えていきたいなと思ってて、もちろんこう僕たちのパフォーマンスを見て楽しいなとか、なんか幸せだなとかっていうのはもう大前提なんですけど、なんか自分自身本当にこうアーティストになるまでやっぱ何回もオーディションを受けて、何回もいろんなイベント出て、何回もなんかツアー出させてもらったんですけど、なかなかやっぱほとんど僕やっぱオーディションも落ちたことしかないですし、受かったことなんてほぼないぐらい、なんか本当にこうすごい挫折があって今があるんで、でもなんかそんな僕でもやっぱこう何かに対してやっぱなりたいんだ、アーティストになりたいんだっていう思いっていうのはやっぱ捨てきれなくて、だからこそこう
なれたっていうのも絶対あるでしょうし、僕たちと同じように例えば何かの夢があったりとか目標があったりとか、なんかそんな人たちにやっぱこう勇気を与えれるような存在になりたいなっていうのはずっと思ってるので、なんかそれは本当に僕たちのパフォーマンスでもそうですし、言葉でもそうですし、皆さんにそういったメッセージをお届けすることで、なんか自分ももっと頑張ろうとか、なんかそんな人になりたいなと思ってもらえるような存在になりたいなと僕は改めて思いました。自分たちみたいになれたらいいなとか、自分たちみたいになれなくてもなんかこう自分ももっと頑張ってみようとか、なんかそう言ってもらえたら僕はすごくアーティストとしてやりがいがあるなと思っています。今日は宮城ルーツ本公演ラストということで、はい。集合ね。誕生日。ペースのやついつもの。皆さん集合。終わりですか。ちょっとね、みんなカメラとか持ってるからリアクションしにくいかもしれないんですけど、いいですか、皆さんにお知らせがあります。8月8日ザ・ルーツ追加公演決定しました。やった初だよ。初めて。初のね、僕たちとしては初めての初です。追加公演をさせていただくことになりました。やった嬉しい。やったぜひね、皆さんお友達とかご家族とかでお時間がありましたら遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、いつもはここで終わってたんですよ。ね、確かにね。追加公演も決まって、ただ、本公演ではラストということで、はいはい。ちょっとせっかくなんでもう一曲をお届けできないかなと思っているんですけども、皆さんもぜひ撮影はしていただいても構わないんですので、そのままね、一緒に踊って。なんかすごい新曲やる感あるけど、別に新曲やるわけじゃないもん。やってもいいんだけど、皆さんが分かる、もう準備はできてるんだけど。皆さんが一番声出せる曲かなと思う。そう最後ね。最後に盛り上がる準備できてますか？The Roots ラスト、この一曲で盛り上がっていきましょう。 Just like that! Let's go! 知ってる人は一緒に出ましょう。I had a lot of fun with Psychic Fever and the whole LDH family, including the members of the band. I had a really great time, and I hope to see you on the next one, you know? いやもうまるで違うチームっていうか、もう最初から一体感はあったんだけど、もうなんか兄弟っていうかブラザーっていうか、いやもうみんなはみんなのために、自分はみんなのために、その人は自分のために、なんかそういうつながりをすごくなんか絆みたいなのが生まれた気がします。結構本人たちがすごいやっぱ音楽的なことをすごいやっぱ興味を持ってくれてるので、そのなんかディスカッションがすごく楽しくて、ちょっと今回限られた時間の中でのリハーサルだったりそういう打ち合わせになっちゃったんだけど、これがよりもっとお互いのことを知っていろんな情報交換がもしできれば、よりさらにちょっと音楽的にこのメンバーのみんなとのやりたいことと、それをなんか実現することがもっともっとできそうだなっていうのを感じてます。まずみんな仲がいいなっていうのはリハーサルの会場とかでもみんなすごい仲良さそうに喋ってるし、で、ちゃんとこうね、リハーサルが始まったらメリハリバンってかっこいい姿を見せてくれたりとか、なんかいい意味でこういいギャップをこうアーティストとこう普段の男子たちのこういいギャップを見れて、いやー無事仙台を終えることができて、追加も発表できて、一旦は本公演全部終わりてよかったですね。でも来てくれた皆さんも楽しかったなっていう気持ちでやってもらえてたら僕はすごい嬉しいんで、また来たいって思えるようなライブできてたら嬉しいですね。なんで追加決まったんで、追加
かまします。よかったね。よかったと思いますよ。無事終わって。じゃあ行きますか。はい、お願いします。今から打ち上げて、打ち上げるぜ。ありがとうをスタッフさんに伝えて、ぶちかまして最後楽しくいい思い出になるように楽しんでいきます。はい、お疲れ様です。お疲れです。いただきます。やりまちょう。お前に行かないと。いいかな。今回、4回目じゃないですか、絶対ライブするのは。だから、ね、バンドメンバーの皆さんを入れるかどうかみたいなから始まってから、あの規模感でステージもがっつり作って、照明もがっつり入れて、バンドの皆さんに入ってもらってってみたいなんで、結果としては、すごい今のタイミングでできたのは大きかったかなとは思いますけどね。すごく今回俺が思ったのは、ファンの人の目線になってすごくこう不安を感じてた部分があって、こう欲しいものを与えれているだろうかっていう、そのファンの人に対してなんかすごくそれは結構こうアーティストはサプライズっていう言葉が先に走るけども、ニーズに応えたりとかね、今欲しいものをとかっていうのがすごく自分は不安やったから、それをこうパッてやれた時に手振ってた時に、これやなと思って、なんかすごくこう毎公演、いろんなこうお客さんの顔みたいな、喜んでる人も、やっと来てたみたいな。そう、なんか安心感みたいな、なんかこう楽しいよりも、このサイキックを見れたっていうのがすごい。遼河は来年、グループはどうなっていたいのかな。なんかすごいクリエイティブに遼河ってすごい曲とかも作ったりとか、グループのことを率先してやってるから、なんかすごいこういろいろこういろんな人と話して感じてんだろうなと思って、なんかそれをこう目標にしてもいいの、なんかその遼河の意見がすごくこうみんなの、そうですね。そう左右され、いい意味で左右されてくると思うから、作用かするから、すごいなんかどうなんやろう、まあなんか2年後3年後はマジで分からんから、来年、来年ね。そう一段超えてね。そうだから5年目に突入するときにグループをどうしたいのか、今回の場合は、4年もうすぐ4年経つな時に、もちろんその同じようなことをするのはまずい、このライブ4回目だからっていうのもあったりで、なんか多分そろそろみんな、なんか自分こういうのやりたいなとか、こういうのをすることによってこうなるかなとか、みんなの話聞いても分かるし、でもなんか今のタイミングで本当なら多分曲のことを考えるとなんか見せ場があってもいいかなとか全然思うんですよ。でもそれ去年やった時にこれって果たしてなんかこう自分たちのエゴになるのも違うなと思ってて、例えば自分が一人 DJ やってる時も極端な話、自分のファンの人は嬉しいかもしれないけど、他のじゃあ6人のファンの人たちってどう思うんだろうって実際その、グループのその、ね、バリエーションとしては絶対良くて、なんか楽しんでもらえるのも分かってるし全然いいんやけど、でも1時間半って限られた時間の中でなんかやるのってどうなんだろうっていうのも正直感じてたし、個人イベントとかやるのはいいんだけど、サイキックビーのライブしますってなった時に看板最初に看板やったら極力みんなで出てる演目にしてみたいな。僕らサイキックフィーバーってものがあるから、例えばここで仕事したとしてもサイキックフィーバーの名前があるから呼ばれるわけでできるわけで、だから楽しいよ、絶対一人でなんかするのも絶対楽しいし、やりがいも感じるやろうし、でもイコール背景にサイキックフィーバーってものがあるから成り立ってるわけで、
だから改めて一回全員で出てみるっていうのもありですし、でもその中でも多分、違いを見せないといけない、ちゃんと踊るセクションも作りつつ、しっかり歌だけでも見せれるグループですよっていうのを見せつつ、でもちゃんと盛り上げるセクションもありますよと。とりあえずもう今こう皆さんが欲してそうなものを全部詰め込んだものを一回やってみたかったなっていうのはジミーと話したんで、今回の内容になったかなって感じですね。あとはでもね、来年ね、ここからが多分結構勝負というか、多分今僕たちに必要なのはもちろんかっこいい曲を作るとか、そのね、広まる曲を作るとか、そこはもう大前提の話で、でも多分この先ある意味こうファンの皆さんの数を増やさないと、やっていけない職業のわけですから、リアルな話。なんかその僕らどんだけやっぱかっこいいの作りました、一部でかっこいいってなったとしても多分やっていけない、正直。だからそのもちろんパフォーマンス面だけじゃなくて、しっかり人としても人気ある人にならないといけないし、中身もそうですよね。だからそこを今後どう身につけていくかっても来年変わってくるかな、でもちろんこう自分が逆の立場、応援してる側の立場だったら、やっぱりこう自分が応援してる人がやっぱ有名になってほしいとか、大きなステージやってほしい、やっぱ自分逆の立場でやっぱ思うなと思って、だから来年はまずはやっぱホール規模でしっかりとライブがしたい。そのためにはしっかりとファンの数を増やさないといけない。ファンの皆さんに身近な目標を伝えるのはどうかなと思って、なんか僕らでちょっと遠いんですよ、夢が。そのチャート入りたいとか、スタジアムツアー回れるぐらい、その海外で活躍できるアーティストになりたいって結構漠然としてるというか、なんかもちろんそれは最終的なもうビッグな夢になって、でもそこに行くまでのこう小さな目標というか、いっぱいステップある。そうですそうです。それってなんか提示するべきだなと思って、最近絶対シェアしてる。なんか例えば来年ホールツアーします、そのために僕ら頑張るんで皆さんお力をください。今って僕ら海外で活躍できる、海外でグローバルに活躍できるグループになりたいんですよみたいな、だから応援してくださいって言われても、なんかちょっとなんか足りない、それってどれぐらいになりたいんですかとか、なんかね、そのワールドツアーしたいんです、それどれぐらいの規模なんですかみたいな、なんかそこをなんか明確に伝えたいなと思って最近って、それを公言したい、自分たちの裏テーマじゃなくて公言ね、しっかりと文字に残すのか言葉に残すのか設定するのか、もちろんねやってる人たちもいるかもしれないしいないかもしれないし、その辺は分かんないですけど、でもそれってすごい大事だなと思ってて、だからこう僕らのね職業って本当にこうファンの皆さんありきなわけじゃない、極端な話じゃないと僕ら食っていけないし、そういう目標も達成できないし、だからそのファンダムというか一体感が大事なわけで、一旦こう今応援してくれてる皆さんと本当の意味で手を取りながらやっていくっていうのを今年かなんか改めてそういうのはありかなと思ってて、次追加公演はとにかくまず埋めたい、でそこからワールドツアーにつなげたい、身近な目標がある、それに向けてできることをしつつ、特に追加公演に関しては、僕らまだ全然ね歌ってない曲もあるんで、他にもね曲いっぱいありますし、追加公演にやる頃にはアルバムねリリースされてるんで、ちょっとまだ違ったルーツをお届けできたらいいかなとは、あと今回の反省点もちゃんと生かしてね、良かった部分も生かしつつ、ここもちょっとこうできたら、会場もね大きくなるんで、その分多分できることが増えるんで、そこでしっかり満足度を増やしたらいいかなとは思ってるので。